今日はオンラインの日本茶ショーをやっていきます。さあ、まずは軽く一杯お茶を入れます。で、今日のお茶はですね、こちら煎茶です。まずは軽く2杯入れます。そしてちょっとね、お湯の温度を1煎目は気持ちぬるめに入れます。ほんと気持ちでいいのでね、ちょっとだけ水を足してお湯を入れます。そして注ぎまして、でしばらくね、このお茶の葉っぱが開く様子を見ましょう。でこれ大事なのは、お茶の葉っぱが開く様子をですね、ずっと見て、あ、今だっていうそのちょうど入れ具合を自分のですね、この感覚で覚えることなんですね。でこれはね、本当にずっとやっていないと、毎回意識してしないとなかなかね、うまくいかないんですけども、だいたいこれくらいでいいと思います。では注いでいきます。最後の一滴までしっかりと注げば出来上がりです。こんな感じです。いかがでしょうか。早速飲んでみましょう。ああ、美味しい。さあ、それではですね、今から侍茶人の日本茶ショーを行います。で、今日のテーマは今飲んでいる煎茶ですね。で、皆さん煎茶ってご存知ですか？どういうお茶かな、どうなんかなってね、なんか知ってるようで知らない方っていうのもたくさんいらっしゃると思います。で、今日はクイズをですね持ってまいりました。そのクイズをですね一緒に考えていきながら煎茶について勉強していきましょう。さあ、まずはじゃん、第1問。煎茶の茶園は A か B かのどちらなんでしょうね。で A の茶園は、そうそうそう、これ A もね B もお茶を作っている畑、茶園です。で A の茶園はちょっと坂になってると言いますかね。なんか段々畑があるような感じですよね。それに比べて B の茶園というのはなんかね、よくわからない状態になってますよね。さあ、どっちなんでしょうか。では正解を発表いたします。正解はこちらです。 A なんですね。でこれ A は煎茶はですね、太陽の光を十分に浴びた露天園っていうんですが、この露天園で育てた葉を使って作ります。で B、 これなんか黒くてよくわからなかったのが抹茶や玉露なんですね。これは太陽の光を遮って作る大石田園という茶園で育った葉を使って作るのが B なんですね。でこれ真ん中の小さい画像のあるように、最近はですね A の茶園に黒い太陽の光を遮る資材をですね直接かぶせて、ちょっとですね数日間太陽の光を遮ることでうまみ甘みを、ちょっと蓄えたですね煎茶を作るということもされております。さあ、続いて第2問です。煎茶が生まれた時代、これはいつなんでしょうね。これはね難しいですよ。上級者問題です。先ほどはね太陽の光が、遮られてない、よく当たるのが煎茶っていうのは知ってる方はもしかしたらねたくさんいらっしゃったのかもしれません。ただこの2問目難しいですね。煎茶は平安時代に生まれたのでしょうか、もしくは鎌倉時代でしょうか、それとも江戸時代なんでしょうかね。
さあ正解こちらになります。ドン。江戸時代なんですね。で結構最近やんって皆さん思われるかもしれません。平安時代はお茶の、最古の文献が見つかったというのが平安時代なんですね。でこの時代のお茶は今残ってないんですよ。で B の鎌倉時代というのは抹茶がね日本に入ってきた時代なんですね。で抹茶はですね日本で独自の進化を、遂げましてね、太陽の光を遮って作るというそういうことでうまみ甘みをしっかり蓄えたものにしたのは、日本が生まれたんですけど、もともとはですね、中国から入ってきたのが鎌倉時代なんですね。そして答えは煎茶は C なんですね。江戸時代こちらはですね、宇治田原京都の宇治田原町の長谷宗園という方ですね。今は宇治田原町なんですが、昔は宇治田原の長谷宗園という方ですねが1738年に考案したということなんですね。なのでまだ300年くらいの歴史なんですよね。で写真右側にあるのが宗園さんの生家です。そして左側にあるのが宗園さんの肖像画なんですね。でこの長谷宗園の名字長谷、どっかで聞いたことないでしょうか。そう、お茶漬けで有名な長谷園のご先祖さんなんですね、長谷宗園さんという方は。ということで第2問でした。さあ続いて第3問です。煎茶に含まれるカテキン、このカテキンがよく出るのは A の熱湯か B のぬるま湯かということなんですが、カテキンって聞いたことなんかあるような気しますよね。よく耳にする方もいらっしゃるかもしれません。このカテキンというのはですね、殺菌作用や抗酸化作用など、結構ねウイルスとかにも効き目があると言われている、物質でございます。でそのカテキンというのはですね、ちょっとね、苦味や渋みというのも伴うんですね。これは大きなヒントになるかもしれません。さあ A の熱湯もしくは B のぬるま湯、どちらでしょうか。正解はこちら A の熱湯なんですね。でこのカテキンという苦味渋み成分はですね、お湯の温度が高ければ高いほどこれよく出るんですね。そうなんです。なので結構そのさっぱりさせたい、体に、いいような成分を抽出したいということでしたらお湯の温度を高くして入れればいいんですが、それはつまり苦味や渋みがもうすごくですねいっぱいになってしまうので、苦味渋みはそんなにいらないなっていう方はですね、お湯の温度を低くして入れるっていうのが結構ポイントになってきます。さあではこちら先ほど入れました煎茶、これ1煎目ですね。美味しいです。でまだまだですね2煎目これ入れられますので、2煎目をちょっとしたパフォーマンスを入れつつ入れたいと思います。では参りましょう。ミュージックスタート。でこれね、まずはこちら湯冷ましを置いておきます。でまた同じようにですね、こちらボトルを持って投げます。
このまま入れますし、温度を下げたい場合はこの水をたくさん入れるということなんです。では続いていきましょう。ほっ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 。で、皆さんのですね、拍手が大きければ大きいほど茶は美味しくなります。はい、ありがとうございます。で、ちょっとだけですね、水を足しておきましょう。2煎目はね、お湯の温度はできるだけですね、上げた状態でさっぱりとした状態で入れたいと思います。なので水はほんのちょっとだけで、大事なのはですね、2煎目以降は待つ時間、お湯入れてからすぐ入れるようにして待つ時間をできるだけ短くするというのがポイントです。ではもうちょっとほっ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 、うわあ怖い。ではお湯を注いでいきましょう。ちょっとだけお湯を湯冷ましに入れてチェックします。で、このお湯の温度をチェックするのが非常に大事です。では注いでそのまま蓋してすぐに注ぎます。で、最後の一滴まで。はい、出来上がりです。2煎目ちょっとね、2煎目は1煎目に比べて色が濃くなってますね。でもさっと入れたので味わいはそこまで濃くはないです。美味しい。ほっとしますね。で、煎茶なので先ほどよりも温度を上げました。カテキンがしっかり出ていてですね、この後味、さっぱりとした渋みが心地いいんですね。さあ、皆さんもですね、ぜひお家でいろいろ自分の好きなお茶入れてください。また皆さんの目の前でですね、パフォーマンスをしながら侍茶人が入れたお茶を飲んでいただきたいんですが、それまではこのオンラインの日本茶ショーでお楽しみください。さあ、まだチャンネル登録してない方いらっしゃいましたら、ぜひともチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。